こんにちは、ひとりラボです。今回ついに私の元に届いたのがルニー3018プロウルトラ CNC マシンです。Amazon で一番売れている激安 CNC3018 プロを大幅に強化し、よりパワフルに、より精密になったというプロウルトラ。どこが強化されたのか、どのくらい削れるのか、価格に見合う価値はあるのか、限界ギリギリまで攻めて徹底的にレビューしていきます。最後までお付き合いください。こちらは半完成品キットになっているので、まずは組み立てを行います。これが CNC の心臓部ともいえるメインフレームです。プロモデルからの変更点は、フレーム幅が倍の 40mm×40mm になり、作業テーブルがアルミの一枚板に変更されています。送りネジの受けは負荷に強いダブルナット式になっています。よくあるスプリング式だと力がかかると動いてしまう欠点がありましたが、ダブルナット式は動くことがない信頼できる構造です。ただし調整不足だったりナットがすり減ったりでガタつきが発生するので、調整する手間はかかります。そしてこちらが X 軸と Z 軸のフレームです。こちらもフレーム幅が2倍になり、リニアシャフトからリニアガイドに変更されています。価格アップの大部分はこのリニアガイドによるものですが、これがついていれば最強と言えるほど間違いないパーツです。ここだけ見てもかなり期待できそうです。X 軸のフレームを土台となるベースフレームに組み立てます。この部分を垂直に、そして左右同じ位置に取り付けないと加工精度に影響が出るので、微調整しながら慎重に作業を進めます。こちらがスピンドルで 500W で分速12000回転です。静かなのにパワーもあり、初心者に使いやすいスピンドルです。そしてこちらは ER11 コレット。スピンドルに取り付けることでエンドミルを固定できます。箱に 0.008 と書いてあるので中間グレードのいいコレットです。電源ユニットも強化されています。以前はむき出しだった接続部分にカバーが付き、安全面が向上しています。配線のまとめ方は説明書に載っていないので、商品販売ページの動画を見ながら作業しました。完成です。最初からほとんど組み上がっているので難しい箇所はなく、1時間ほどで組み立てられました。全体的にがっちりとした印象です。プロモデルは力をかけるとスピンドルがグラグラするという話でしたが、プロウルトラはそのようなことはなく、かなり強化されているのがわかります。実際どのくらい動くのか気になったので、押したり引いたりしながらざっくり測った結果がこちらです。そこそこの力で押したので動き自体はありますが、弱い方向がなくバランスが取れているので、この価格なら良好な数値だと思います。スピンドルの軸ブレは 0.08mm、エンドミルの根元で測ってこの値なので、先端は 0.1mm を超えていると思われます。各軸を動かすステッピングモーターのトルクの記載は見つけられませんでしたが、十分なパワーがあります。1周 2mm の台形ネジを使用しているので駆動力は十分あり、加工中にずれる心配はなさそうです。全体の印象としてはしっかりとしたいい機械ですが、小さな傷や組み付けのずれなど激安 CNC の流れを組んだ強化機種という感じです。そのまま組み立てると左右の高さやスピンドルの角度がずれますが、小さなことは気にせずスピンドルさえ垂直に調整すれば大丈夫です。CNC の操作はパソコンかコントローラーで行います。
コントローラーでは前後左右の移動やスピンドルのオンオフができます。 SD カードに入れた加工データを実行できるので、長時間の作業にはコントローラーが向いています。ボタン操作なので直感的に使えますし、操作ミスが命取りになる Z 軸が左側にあるのが非常にいいです。パソコンでは GRBL を動かせるアプリならどれでも使えますが、日本語対応の CNCJS がお気に入りです。加工するデータの作り方や操作方法は別の動画で解説しています。まずは木材で試運転です。まだ余裕はありそうな感じですが、振動がすごいです。スピンドルのブレなのか、テーブルが弱いのか、本体重量が軽すぎるのか、原因は分かりませんが、音はまだ許容範囲内なので、もっと攻めていきます。音が怪しくなってきたので、この辺りが限界のようです。側面はかなりガタガタになっています。おそらくスピンドルが大きな原因だと思います。このタイプのスピンドルはベアリングがゴムで固定されて音が静かですが、軸が動きやすいという欠点があります。ただこれは粗削りなので、このくらいの型付きなら仕上げ加工で綺麗にできるので問題ないと思います。次はアルミを削ってみます。木材のように繊維方向や硬さの違いがないので、アルミ加工は安心して見ていられます。綺麗に加工できていますが、もう少し早く加工するために太くて刃の数が多いエンドミルに付け替えます。甲高い嫌な音がしていますが、限界って感じではなく、まだまだ大丈夫そうです。意外と大丈夫ということが分かったので、本番に進みます。今回作るのは XYZ プローブです。原点という加工の基準位置を決めるための部品で、このプロウルトラにも Z プローブがついていましたが、軽すぎて使いにくいのでグレードアップバージョンを新たに作ります。まずは穴あけ加工です。ランプ送りという回りながら下がることで負担が少なく、安全に穴を掘れる加工方法を使います。ただ家庭用 CNC では使わない方がいいと聞いてしまったので、今後どうするか悩み中です。次は大きく削るポケット加工です。設定をミスりました。今すぐ緊急停止を押したいほど恐ろしい音がしていますが、限界ギリギリまで攻めるので、もう少し頑張ってもらいます。負担が大きくなるタイミングでも問題が起きていないので、このくらいの振動と音は許容範囲なのかもしれません。次は仕上げ加工です。仕上げ白を 0.1mm にしましたが、手前側に刃が触れていません。ポケット加工で無理しすぎたため、振動で予定よりも深く削れてしまったようです。最後は一番恐ろしい切り出しです。まずは浅く 0.3mm の溝を掘ります。これがレールになり安定感が増すので、次からが本番です。緊急停止しました。横方向は問題なく進んでいましたが、縦方向で刃が暴れています。原因はいろいろ考えられますが、スピンドルの垂直調整をサボったからだと思います。早く使ってみたくてちゃんと調整せずにいました。とりあえず設定を少しだけ下げて加工を再開します。
完成しました。あれだけ無理させたにもかかわらず、奇跡的にぴったりサイズでできています。ただそこの切削痕はスピンドルの傾きを感じさせる仕上がりで、側面はガタガタ、そして段差ができています。そこはスピンドルの角度調整で解決しますが、側面はスピンドルの軸ブレが原因なので、綺麗に仕上げるには仕上げパスを細かくする必要があります。今回使ったルニー3018プロウルトラは入門機としておすすめです。しっかり使えて気軽に楽しく遊べるいい機械でした。スピンドルやテーブルなど本体の剛性に不安を感じる部分もありますが、価格やサイズを考えたら十分すぎる性能です。正直ここまで耐えてくれるとは思っていませんでした。物足りなく感じたら自分でパーツを作って少しずつ強化するのも楽しそうです。私は最強のコンパクト機を目指すかもしれません。GRBL の設定や加工データの作り方など聞いたことない言葉だらけで一見難しく感じますが、別の動画を参考にしたりジェミニに相談することで大体のことは解決すると思います。最後までご視聴ありがとうございました。